個人差があります何も生まれないな。結婚ってスタートなんでゴールじゃないからリードしてあげた方がうまくいくかもしれません。こんにちは、瀬戸環奈です。そして相棒のあろちゃんです。本日は、男の子のお悩み相談していきたいと思います。よろしくお願いします。ご質問じゃない、お悩みありがとうございました。インスタで募集したんですよね。はい、約1万件、はいいただきましたたくさんありがとうございます。全部には答えられないんですけど、抜粋して答えられるだけ答えていこうかなと思っております。何からがいいんですかね。もうホチキスがこれしか止められてなくて意味をなしてない。諦めました諦めます。時にね、諦めることも大事なので、いろんな国の方が送ってくれて、いつも見てくれてありがとうございますね。嬉しいですね。まず最初、女性もワンナイトってしたい時あるんですかっていうご質問をいただきました。個人差がありますしたい、でも年齢もあるんじゃないかな。若い時、女の子はそれこそ若い時多い気がします。そのワンナイト経験。逆に逆にだから男性とかだと30代とかでワンナイトとか多いイメージなんですけど、どうなんですか？勝手なイメージですけど、男性30代で、結婚とかしてとかのワンナイトが多いイメージがある、勝手にね。結婚してからのそう既婚者ワンナイト。そう、女性も隠れてしてるとは思います話題に取り上げられないだけで。私はワンナイト反対派なんですけど。もうそれはなんでですか？何も生まれないからうるさいですね、ちょっとすいませんワンナイトから始まる恋愛だったらいいんですけど、本当にただのワンナイトだったら何も生まれないな。私だったら病んじゃうかも。それこそ周りの女の子で言うと、したい人もいる。ワンナイトが悪いわけではないけど、周りの方のことを考えて大きく問題にならないようにそう、独身同士だったらね問題ないんですけど、パートナーがいた場合大問題になりますので、ワンナイトをしたい時あるかって言ったらあると思います。男女関係なく遊びたい時期ってきっとあると思うので、そこはあるんじゃないかなって思います。次、25歳です。はい。彼女とセックスが面倒でしてなかったら振られました。はい。やはり大事なのでしょうか？難しい。彼女とのセックスが面倒でしてなかった。なんで彼女とのセックスが面倒くさいんだろうまずこれは彼女じゃなかったら面倒くさくないのか、彼女だから面倒くさいのか、そもそもセックスが面倒くさいのかがあるんですけど、これが夫婦だったら別に大事じゃないかも、そこじゃないかもって思うけど、まだ恋愛の段階でレスだと将来性がないかなっていうところは結構あるかもしれない。そもそも彼女とのそういう行為がめんどくさいってなっちゃうと、今後どうしますかってなるから、女の子同士で話すときはなんかその要するに子供とかもじゃ作るってなった時に、業務的になるんで、恋愛の段階のそういう営み系は大事なんじゃないかな。スキンシップって結構大事だとは思います。そうですよね。他でどうコミュニケーション取ってるかにもよりますね。すんごい仲良くて友達みたいな彼女だったらめんどくさくてやんないっていうのも一理ある。だけどちゃんと女の子として好きで、もう彼女としてちゃんと愛してあげたい、これからを考えたいって時に、じゃあそれはしませんよってなると、女の子からしたらそれは愛されてない風に感じちゃうかもしれないんで、多少なりとも恋愛の段階では大事だと思いますっていうのが私の意見です。確かにすごい多かったのが、29歳です、嫁と1年ですで辛いです、とか、その結婚して
そうレスで辛いですってお悩みも結構来てたんうんですよね、うんうんうん。そこへもつながりますよね、今の話は。そうなんですよ。だから結局、結婚しちゃうと、恋愛だけ愛だけじゃどうにもならないことがたくさん出てくるので、結婚ってスタートなんでゴールじゃないからすいませんね、21歳がこんなことを言うのもあれなんですけど結婚した風結婚って別にゴールじゃないんですすいません、恋愛は結婚のきっかけでしかなくて、そこでつまずいちゃうと、そもそも結婚のスタート地点に立つのにちょっと苦しいよねってところがありますよね。じゃあなんで結婚したのって、結婚好きだから結婚したとかいろんな理由があると思うんですけど、最低限その人への愛があるから結婚できると思うんです。愛とか尊敬とか、例えばお互い仕事頑張ってて子供考えてなくてレスとか、お互いの将来のためにみたいな、生より今が勝つタイミングって絶対あるんで、そこのレスは納得できるの。ただ恋愛のレスだとまず発展しない、ワンナイトと一緒、何も生まれないからそこは大事にしてあげた方がいいかもしれませんねっていうところで、逆に言えばお嫁さんとレスって言うけど、じゃあお嫁さんはじゃあ普段何してますかってところなんですよね。家事を全部任せてたりとか、お互い働いてるけどお家のことをお嫁さんが結構やってくれてるよって場合だったら、それは一緒に手伝ってそれを終わらせて、やるべきことを終わらせて2人の時間をちゃんととって、勇気出して誘ったりとか雰囲気作ったりして、それでちょっと始めてみるっていう改善はできるよねっていうのはちょっと具体的なアドバイスかなって。あとイベントごとをちゃんとやる。クリスマスとか年末年始もそうだし、誕生日もそうだし、記念日とかお出かけデートって結構大事な気がする。結婚してると帰る家が一緒なんで、一回外に出てちゃんと2人で雰囲気を作ってからそういう夜の時間を取る方が持ち運びやすい、その展開に。どうしてもお仕事終わりで次の日も仕事あってとかだと早く寝ようみたいなタイプもいるし、やっぱその女の子側のそういうのがめんどくさいなって思う理由って、その後にお風呂入らないといけないとか、せっかくお風呂も入って全部きれいにしてもう寝れる状態なのに今やったらまた一からなんですけどって方はめんどくさいっていう子が多いと思います。2人でできることが多い方が楽しめるのかな、きっかけになるのかなって思う。だからイベントをちゃんとお祝いしたりとか、お花とかケーキとか買ってったりとか、そういうことをした方が空気作りやすいのかなって思うので、やってみてもいいかもしれない。子供がいるとやっぱお母さんになっちゃうんで難しいと思うんですけど、2人の時間ちゃんととって話し合うとか、空気作ってあげるとか、リードしてあげた方がうまくいくかもしれません。はい、どうぞ君この君どうぞ女性から見てどのぐらいの期間が空いたらレスって感じがします？いや難しいですね。はいそこの君去年、友人が3組離婚したんですね。すごい。で3組中3組ともレスが原因で離婚したんですね。なるほど。で、少子高齢化ですからね一応検索して出てくる定義ではだいたい1ヶ月。そうなんだ。早いですね。全般その結婚してようがしてないが付き合ってる段階で1ヶ月やってなかったらね、会えてるのにやってないだとレスになると思います。遠距離とか結構開くんだったら全然会うたびにはちょっと難しいじゃないですか、やっぱり。だからそこはいいんですけど、毎日会える距離感で1ヶ月は確かにレスか。私2ヶ月とかだと思います。レスの感覚でもそんくらいだと思う。1ヶ月から3ヶ月の間しなかったら、レスだし、女の子が多分そのレスでしたい時にできないところから多分不満がたまると思うんですよ、女の子って。例えばデートに行ったのにしなかったとか、チャンスがあったのに実行されなかった時にってなると思うんで、最終もうそういう離婚とかにつながるのってきっとこっちから誘って拒否られた時
はもう決定打じゃないですか。ちょっとしようよってなった時に今日疲れてるから無理とか、もうそもそもやる気がないみたいなまで言っちゃうと完全レスかなっていう。絶対に断らない方がいい。そこで無理にやって結局立たなかったとか仲直りしましたとかだと結局良くないんで、やる気ねえじゃんみたいな、なるべく答えてあげてほしい。言うのも勇気いるから、プライド傷つきますからね、女の子。男子も断られたらねそれは傷つくんだけど、女の子から言うって結構勇気いると思います。男性がそういう風に言った方がどっちに対してもライトに受け取れると思う。やっぱ女の子からガツガツ来られると男性って逃げ腰じゃないですか、割と。そういうイメージだから、男の子は頑張ってちょっとガツガツ言ってみてもいいかもしれません。ちなみに断りたい時って、なんで断るんですかね。女性の断る理由もあるし、多分男性が断る理由もあると思うんですけど。女性が断る理由、お風呂がめんどくさいとか、私の周りはそれです。その後がめんどくさい、髪が長いとかだと気になるみたいな。あと1個あるのが前儀とかあるじゃないですか、あれがめんどくさいって人もいます。立たせてあげないといけないのがめんどくさい。そもそもこれってすっごい個人差だし、みんな盲点だと思うんですけど、立ちが悪い人っているんですよ。そのお悩みもめっちゃ来てました。そうなんです。立ちが悪い人って結構いるので、私たちの業界でお仕事で立ち待ちっていうのがあるんですけど本当に男性ってそういうなりづらい人が多いんですよ。なんだけど女の子ってそれ知らないの。みんなそういう状況になったらバッて立ってバッてできるって思っちゃってるから、先入観的に。だからそれの補助をしないといけないっていうのが、まず私に魅力がないんじゃないかとか思っちゃうんですって。でそういうのもあって、そこの前段階の前準備がめんどくさいとかもあるし、逆に早く終わらせたいからって言ってからパパッと終わらせて、あんま濡れないとかあんま立ちが悪いとか、その状況でやると別に気持ちよくないとかも聞きます。忙しい状況の時は別にやりたくないみたいな、気分が乗らない、急にエロい雰囲気を作れる人だったらいいんですけど、なんかさっきまでね別にバラバラで仕事したり準備したりお風呂入ったりしてて、急にみたいな、そういう雰囲気をなんか恥ずかしいみたいな人もいると思います。私手っ取り早い話、2人でお風呂入るようにしたらいいんじゃねって思っちゃうんですけど、そういうことが OK な時、そうお互いのちゃんとそういうできるよって時一緒に入るって確認をダイレクトじゃなくてオブラートに包んだ確認の仕方を見つけると結構やりやすいんじゃないかなって思います。今日したいとか今日するとかより、一緒にお風呂入るとか今日一緒になんか寝るとかでもいいのかなって。でそれが染みつくと、多分今日の帰りどのくらいになりそうみたいな会話からもそっち持っていけるじゃないですか。じゃあ今日一緒にお風呂入れるとか、今日遅いから分かったみたいな感じで持っていけると思うので、そういう風に工夫してみてもいいかもしれないなって思います。積極性が足りないって言ってますあるは積極的なんで抱っこしてほしい時は抱っこって言うんで、ちゃんと言葉にするっていうのが大事ですね。察してちゃん同士は何も物事進まないんで、それは大事かなって思います。ちゃんと解決をしようという誠意を見せることは大事かなと思います。20歳、自分に自信がなくて女の子に話しかけられません。どうやって自信をつければいいですか？話しかける女の子はいるんですかねどうやって話しかければいい？これ関係値難しいな。なんか会社の子だったら、年末の方がね話しかけやすいんですよね。忘年会とかあるし新年会とかあるし、年末年始は強いかなって思うんですけど、その時にさりげなくちゃんと乾杯しに行くとか、お仕事だとこの間じゃあこの仕事一緒にできて嬉しかったですみたいな日常会話を増やした方がいいと思います。急に誘うより。20歳どうですかね、学生さんとかですかね。学生だったらでも多分おしゃれ頑張ってる時期なんじゃないですか。髪切ったとかネイルとか洋服とか結構話すんだったら、そこら辺褒めても。自分に自信がないから女の子に話しかけるのがすごい怖いのかなっていう感じなので、どうやって
自分に自信がついたらかけられる気がするって多分思ってると思うし、それがもう自信じゃないですか。自信がないから話しかけられないだけであって、話しかけたいっていうそれがもはや自信になる気がする。勇気があるってことだから、それを実行しようとは思えるってわけですよね。だからその女の子に話しかけられていくことがつながっていくことが自信になってくるってことですよね。そうですそうです。だから一回やってみたらいいんじゃないかな。なんか物事って考えてても結局進まないんで、自分がおしゃれをしてないんだったらおしゃれをしてみるとか、その話しかけたいことを同じ共通のものをやってみるとかはいいと思います。伊藤さんはなんか自分でどうやって自分に自信をつけていきましたか？なんでしょうね。自分にどうやって自信をつけるか、その恐怖心、自信がないっていうその気持ちをぶち壊すしかないです、自分で。だから私は人前に出れなかったのを無理やり泣いてまで人前に出たし当たって砕けるじゃないんですけど、やってみるのは結構その成功した時に自信になりやすい。実行してみるっていうのが、だからなんだろう、手っ取り早いその自信のつけ方としては、まず身だしなみを磨く、おしゃれをしてみるとか、あと食べるもの気をつけてみる、筋トレしてみるとか、自分の外見を変える、自分の生活リズムを変える、割とそのプラスな方に気持ちがいきやすいから自信につながりやすい。でなおかつ声かけたい女の子がおしゃれに興味があるんだったらおしゃれを自分でやってみればいい。分かんないことがあったら聞いてみてもいいし、それがきっかけになるんで、話しかけるにもきっかけが必要なんですよ。つゆ知らずの人に中身のない話をされたところで印象は残らないんで、きっかけは自分で何かを壊してでも作ってあげないと何も変わらないので、実行してみるっていうところは大きいかなって。なんか筋トレとか、男の人って筋肉つけるとすごいの、自分に自信がみなぎるというかっていう傾向が本当にあるんですよ。だから本当にいいと思います。何か自分に変化をつけるとそれが自信につながるきっかけになるので、あとは多少自分のことを変えられたなって思った時に勢いでも行く。それはマジで大事。勢い、全部勢いですから、この人生勢いでどうにかなります。一番勢いでなったもんね、大予言で勢いをつけた私なので、結婚とかも勢いですから、基本的に。21歳が何言ってるか分かんないんですけどちょっと勇気を出して行ってみてもいいかもしれません。あと神社行くとかそういう縁結び系の行ったっていう事実があるだけでできるかもっていうこの可能性を引き出すというか、だからそういう面ではいいと思います。そう、きっかけを作る、何にしても。自信つけるの筋トレだと思います。筋トレやりましょう、とりあえず。かっこよくなったら視野も広がるしね。その子だけじゃないかもしれないから、もっと他に運命の相手がいるかもしれないですもんね。すいません、お腹が空きました。お腹が空きました。すいません、ちょっとこの子。はい、というわけでいくつか質問、お悩み相談に答えていきました。いかがでしたでしょうか。何事も言葉にする、結構勢いと自分にプラスになることはだいたい自分を磨くことから始まるので、周りに頼らない、ちゃんと自分で切り開いていった方がなかなか砕けない自信につながるので、ちょっとそこら辺意識してみてやってみてはいかがでしょうか。そんなこんなでお悩み相談第1弾でした。半年ぐらい撮影できそうな量らしいのでどんどん答えていくのでお楽しみにしていただければ嬉しいです。てなわけでチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。今日も見てくれてありがとうございました。またね。結婚ってね、実はゴールじゃないんですよ。こういうのって言っていいんですか、がっつり。伊藤さんは自分に自信がなくて悩んだりとかはしたことがありますか？ありますあります。またね。